はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。夏といえば夏休み、夏休みといえば自由研究。動画撮影の合間にいつものようにパソコンで面白いことないかリサーチしていたら、面白い実験動画を発見しました。肉を叩いて加熱する。これはやりたい。いても立ってもいられなくなって行動開始です。それでは早速やっていきましょう。いつも通り出勤して動画のアイディアがないかリサーチしていると、なんだか面白い動画を発見しました。どうでもいい情報なんですけど、パソコン打つときちょっと癖で小指が変な風に曲がっちゃうんですよね。小学校の時ドッジボールで突き指してからおかしくなりました。その話は置いておいて、面白い動画があったんです。海外の YouTuber の方の動画なんですけど、機械でお肉を高速で叩いて、その叩く振動のエネルギーによってお肉を温めるという動画です。叩くだけなんですけど、なんとお肉に熱が入って食べられる状態になっていました。叩くだけで肉に熱が入るなんてすごいですよね。肉のプロとしてこれは確かめずにはいられません。すごく面白そうなので、早速僕たちも挑戦してみます。そうと決まったら買い出ししてきます。群馬といえばカインズホームですよね。ちょっと行ってきます。戻ってきました。最近のホームセンターはサイズを言えばカットもしてくれるのでとても楽です。店員さんに相談してなんとか材料を揃えました。店員さんもめちゃくちゃいい人で助かりました。ここで僕の本領発揮です。実は工業高校出身なので、こういった作業はお手の物ですと言いたいところですが、実は工業高校で薬品を扱っていた科だったので、こういった作業は初心者です。ミニ四駆とかは作ったことあるのでなんとかなると思います。動画では本格的なモーターを使って機械を動かしていたのですが、さすがにそんな知識はないので、今回はアナログな方法で自転車を漕いでその力を動力にします。学生時代に空っ風の中での登下校で鍛えられたので、自転車を漕ぐことには自信があります。まずは買ってきた材料を組み立てます。宗介と栗さんは都合があって来れないため、急遽いぶし銀銀丸に助っ人に来てもらいました。一人で作るのは大変そうなので助かります。実は声だけ登場していたのですが、気づきましたか？機械のイメージはできているので、どんどん組み立てていきましょう。まずは土台の部分とお肉を叩く支点部分を組み立てます。次にお肉を叩く機械と自転車をつなげる部分を組み立てます。あれ？皆さんついてきてますか？お肉屋さんのチャンネルで合ってますよ。そういえばこの日立工機の工具めちゃくちゃ使いやすいですね。今は廃工機って言うんですね。工具といったらこのメーカーですね。今回お肉を高速で叩くことでお肉に振動が伝わり加熱されます。ちなみに身近な電子レンジも食材の水分子を振動させることで摩擦させて熱を発生させます。電子レンジの場合電磁波によって振動させますが、この機械は叩くことで振動させます。機械が完成したので、自転車と機械をチェーンを使ってつなげます。こうすることで自転車を漕ぐと機械が動く仕組みです。完成しました。お肉ペンペンマシンです。しっかりと動くか漕いで確かめてみましょう。いい感じに機械が動きます。これなら高速でお肉を叩くことができそうです。このギアの部分に別のチェーンをつけることで、自転車を漕ぐと後ろの機械に力が伝わりお肉を叩くことができる仕組みです。この動力の仕組みは漫画とかで地下で労働させられている人が回している変な棒からヒントを得ました。あとはここにお肉をセットして自分が高速で自転車を漕げばお肉が焼けて食べることができます。学生時代は帰宅部として誰よりも早く帰っていたので、今日は帰宅部の底力見せてやります。それではお肉の準備をしましょう。今回はこのヒレ肉を使って検証してみます。このお肉をこんな感じで高速で叩くことでお肉が温められていきます。膜を処理して叩きやすい大きさにお肉をカットします。途中のお肉の温度がわかるようにお肉に遠隔の温度計を差しておきます。一旦お肉を真空パックします。次にこのお肉をさらに大きい袋に入れて、その周りを断熱材を使って覆います。そうすることで熱が逃げづらくなり、きっと温まるのが早くなります。以上で準備は終了です。それではお肉をセットして叩いていきます。現在冷蔵庫から出したところで肉の芯温は3度です。どこまで温度が上がるのか楽しみです。それでは早速実験スタートします。はい、肉焼きます。スタート。順調にお肉を叩けています。こ
こから見始めた人はまさかこれがお肉を調理しているところだと思いませんよね。現在室温が20度なので、まずはその温度を超えてからが本当の意味でのスタートです。まだまだお肉へのパワーが足りないのでスピードを上げていきます。なかなかシュールな絵です。結構叩いているので暖かくなっている気がします。延々と一人自転車を漕いでペチペチになっていると頭がおかしくなってきます。結構楽そうに見えてこれ漕ぐの疲れます。徐々にですがチェーンが緩くなってきたみたいです。少し漕ぐと外れてしまいます。緩くなってきちゃったな。緩くなってちょっと調整しながらもう少し頑張ってみます。木が歪んでずれちゃったみたいなのでいぶし銀銀丸に調整してもらって再度挑戦してみます。完全に歪んじゃって位置がずれちゃったみたいです。やめて！本気のペンペンマシンでお肉を焼きにかかったら騒音でお肉を見守ってるブッチャーの鼓膜まで燃え尽きちゃう。お願い死なないでブッチャー。あなたが今ここで倒れたら視聴者たちみんなへの期待はどうなっちゃうの？ライフはまだ残ってる。ここを耐えればお肉は焼けるんだから。次回ブッチャーシスデュエルスタンバイ。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。いやー、全くもってお肉が焼けませんでした。あの後、修復作業を進めたのですが、木材が歪んでしまって再起不能となってしまいました。ということで、実験は失敗に終わってしまいました。すごく悔しいです。お肉の温度は室温くらいまでになりましたが、それ以降、温度がなかなか上がりませんでした。残念。もう少し高速で安定して叩ければ温度を上げられる気がします。これはここで終わらせるわけにはいかないです。発明家をやっている視聴者の方いましたら、ぜひ改良案をコメントしていただけると嬉しいです。運動後に食べるお肉は最高です。ごちそうさまでした。はい、お肉ペンペンマシンいかがでしたか？皆さんにペンペンマシンでお肉を焼くところを見せられなかったのが残念です。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。